皆さん、こんにちは。ヤブ基礎デッサン講座の藪下です。初級編第20回目の2の課題はピーマンです。前回は粘土でピーマンのデッサンをしましたが、今回は通常の鉛筆デッサンです。ピーマンの形の特徴はだいたい頭に入っているのですが、はてさてどうなりますことやら、ちょっと楽しみです。粘土デッサンで使ったピーマンは手に持って製作していたために随分と傷んでしまったので、新しいピーマンを使っています。ピーマンは自然形態ですが、陰影による明暗は横倒しの円柱に見立てると大まかな明暗表現はとても描きやすいです。また粘土デッサンでやったように形はこの字型で考えますが、ピーマンは向こう側に回り込む局面がたくさんありますから、形の境目の明暗表現がとても大切になります。ピーマンの中は空洞ですが、中から押し上げるように盛り上がった張りのある局面が表現できればいいかなと思います。モチーフを大きく捉えることで立体感や空間を表現し、細部を表現することで材質感やそれらしさを表現します。ピーマンはこれですが、書き出す前にピーマンを手に取り、いろいろな角度から形や縦、横、高さの長さの比率、重さ、色合いや手触りなどを十分に確かめてください。モチーフのことをよく知ることが魅力あるデッサンにつながりますから、これはデッサンを始める前の準備運動みたいなものです。画用紙は八つ切りの大きさ 38cm×27 センチと、鉛筆は三菱ユニの 3H から 5B までの濃さの鉛筆を使いました。また鉛筆の濃さはこのように表示していますから参考にしてください。動画の再生速度を画面に表示しました。必要に応じて再生速度を調節して鉛筆の動かし方を確かめてください。また制作時間は3時間30分でした。この動画を最後まで見れば制作手順、鉛筆の動かし方、練りゴムの使い方などがわかると思いますから、最後まで見てぜひ参考にしてください。動画を見て、なるほど、そうするのかと合点がいけば、それだけ皆さんは上達したことになります。それではピーマンのデッサンを始めましょう。まず最初に当たりを取ります。光源は左斜め上にあります。画用紙のどこに書くのか、大体の位置と大きさを薄く書きます。鉛筆を軽く持って筆圧を抑えて薄く書いてください。鉛筆は HB を使い、よく曲がっているところに着目して大まかな形を直線で書いています。いつものように下側と影のできる右側を少し広く取っています。影もモチーフの一部ですから、全体のバランスを考えてピーマンの位置を決めます。藪下は分かりやすいように実物の2倍くらいの大きさで描いていますが、皆さんは 1.2 倍くらいの大きさで描けばいいと思います。形を描いていきます。測り棒を使って A、B の長さの割合を確認しておきます。最初にピーマンの左右の端と中心軸の傾きを決めます。直線を使ってもう少し細かくよく曲がっている部分を探っていきます。ヘタの部分も多角形になっていますから、直線を使って形を割り付けます。よく曲がっている部分とそれほど曲がっていない部分の変化に注意して、自然な形になるように輪郭線を決めていきます。
ヘタの形も尖っている部分の位置関係に注意しながら描いていきます。最後に不要な線は消しゴムで消し、濃くなりすぎた線は練りゴムで薄くして、消しカスは跳ねぼうきで払っておきます。これで形は完成です。明暗を描いていきます。鉛筆は 3H から 5B までの濃さを使いました。どこから光が来ているのか、光源の位置や明るい部分、暗い部分を確認します。ピーマンを横倒しの円柱形と考えて、右側の円柱部分と左側面との境目と円柱部分の暗い帯から描いていきます。円柱形は接地面の影、反射光、暗い帯、中間の部分、明るい部分と並びますから、それを念頭に置いて横方向の長い線を使ってデッサンをしています。暗い帯を意識しつつ、形の凹凸による明暗のつながりや固有色のつながりも同時に少し描いていきます。ピーマンの形は曲面ですが、角線の長さに応じて、また描いている部分に応じて直線を使ったり曲線を使ったりします。角線の方向はピーマンの中心軸の方向の線やピーマンを輪切りにした時の線を主に使いますが、形や明暗や固有色のつながりによる線などいろいろな方向の線を使いながら描いていきます。大まかな明暗変化は目を細めてみるとよくわかります。これ以上細めると見えなくなってしまうというくらい細めて明暗を検討してください。左側面を描いていきます。形に沿った線を使って光の方向と面の向きによって変化する明暗を大まかに描いています。この線によってヘタ部分のすり鉢状のくぼみ具合が表現できますから、しっかり観察します。ピーマンは大きく見れば横倒しの円柱形ですが、3つのコの字型の形が集まってできています。このコの字型の形が一番手前にありますから、まずここをしっかり描いていきます。台紙状の影も描いていきます。薄く輪郭線を描き、水平方向の線を多用しながら描いています。影を描きながら台紙の平面性を表現するつもりで描きます。全体に鉛筆が入ってきたので、また暗い帯に戻ってきてデッサンを進めます。まだまだ大まかな表現ですが、
大きな円柱形の明暗、面の向きによる明暗変化、色味のつながりによる変化などを形に沿った線を使って描いていますが、目立つ濃い色味は少し強調的に描いておきます。この部分は下を向いていて、台紙の映り込みと反射光がありますからかなり明るくなっています。この部分は一番下を向いている面で反射光もあまりなく、台紙の影が映っていますからかなり暗く見えます。この部分は上を向いている面で向こう側に回り込みますから、輪郭線付近を弱めて描きます。左側面を描いていますが、大きな面の向きによる明暗変化や映り込みを描いていきます。形の膨らみに沿った曲線を使って表現しています。ピーマンの表面の映り込みも描いていきます。色味の濃い映り込みはしっかり描いておきます。後々のハイライトの表現の時にこの濃さが生きてきます。ヘタの中心に向かって周囲の盛り上がった形が集約されてきますから、この小さな部分ですが、このヘタの形はとても重要です。曲面に沿った線を使って形や明暗を表現します。また褐色部分とヘタの境目の暗さを描くことでヘタの存在感が強まります。ヘタの筋模様の陰影も描いていきます。この段階では筋模様の凹凸による陰影の部分だけを拾って描いておけば構いません。筋模様の陰影を描いた後、ヘタ全体の明暗を描いて調子を整えます。ここから4倍速再生になりますが、鉛筆の動かし方は今までと同じです。また手前の暗い帯に戻ってきて書き込みを続けます。大きな明暗から逸脱しないようにして、徐々に細かな形や映り込みも拾っていきます。暗い帯の色味に対してどの程度の濃さなのかを比較しながら他の部分も描き進めます。ピーマンの固有色が濃い上に影になる部分は少し見づらいですが、形の面の向きの変化を常に意識します。
向こう側のコの字型の立ち上がりの面に形を表す輪切り方向の曲線を描いています。右側面の円柱形部分と左側面の境目の赤い線の付近に色の濃い映り込みや光の反射がありますから、細かく観察して描写することで面の向きと境目の表現をします。反射光の当たっている大きな面の中の明暗変化も見逃さないように表現します。この部分は向こう側に回り込む形ですから、少し薄い鉛筆を使って弱く鈍く描きます。ここからは小さな変化の描写が続き、動画的には変化が少ないので6倍速再生にしています。鉛筆の動かし方は今までと同じです。接地面の濃い影を中心に描いていきます。手前は強く濃く、奥に行くほど弱く薄くを忘れないようにします。ピーマンの下向きの面と台紙上の影の明暗関係ですが、A と B では B の方が暗く、C と D では C の方が暗くなっています。円柱形と左側面の境目付近の映り込みによる色味の変化を描いています。この部分は一番手前にありますから、矢印方向の前後の距離感を表現するためにもしっかり観察して強く描いていきます。左側面も面の向きによる明暗変化や面の境目の映り込みに注意して描き進めます。ヘタの部分も筋状に膨らんだ形をできるだけ表現します。また光の方向に対する面の向きによる明暗変化も見落とさないようにします。全体の調子に注意して書き込みを進めていきます。デッサンは細部を書き込むことで全体の明暗の不備が見えてきたり、また全体の明暗を書くことで細部の描写の不足が見えてきたりします。全体から細部へ、細部から全体へと行きつ戻りつデッサンは進みます。時々2メートルほど離れたところにデッサンを置いて、モチーフとデッサンをゆっくり見比べてください。距離を置いて見ることで自分のデッサンを客観的に見ることができます。そして書くべきところをしっかり確認してからデッサンを再開します。
見る、確認する、書くのサイクルを常に繰り返します。輪郭線付近を練りゴムで少し弱めてハイライトを白く抜いていきます。また台紙が映り込んでいる部分なども少し明るくしています。明るくする場所に応じて練りゴムの形を変形させて叩いたりさするようにしたり押し付けたりと使い方を工夫します。練りゴムで白く抜いた部分の形や調子を整えながら書き込みを続けます。ピーマンのツヤのある質感は光の跳ね返し方で表現できますから、全体や周りの色味との兼ね合いでその部分の濃さを決めていきます。この輪郭線付近は H 系の鉛筆で発色を抑えて弱く描くことで向こう側に回り込む形を表現します。またこの上向きの面も形に沿った線を使い、面の向きによる明暗変化を見逃さないようにします。
だいぶ完成に近づいてきましたから、全体や細部の形と明暗、円柱形と左側面の面の境目の映り込みやハイライト、下を向いている面の反射光、手前と奥の距離感などに注意して書き込みを続けます。特に輪郭線付近や回り込む形が強くならないように H 系の鉛筆で書いて鈍い発色にしておきます。全体に不足がないかを検討して微調整を続け完成に向かいます。そろそろこの辺りで完成にしておきます。はい、皆さんいかがでしたか？ピーマンの内側から張り出してくるような形や小さな起伏、微妙な色合いの変化や表面の艶、光の跳ね返し方や向こう側に回り込む曲面の繊細さなどなど、見れば見るほど自然の妙を感じさせるものがあり、くめども月の魅力を感じ、とても楽しくデッサンができました。皆さんはこの動画を最後までご覧になったので、制作手順、鉛筆の動かし方、練りゴムの使い方などがなんとなく分かってもらえたと思います。デッサン上達の近道は、多少の理屈を理解して、目で見てデッサンのやり方を覚えてしまい、自分で実際にデッサンをして理解をしっかりしたものにすることです。今度は皆さんがピーマンのデッサンをぜひしてください。それでは今回の要点をまとめます。1、自然形態は基本形態に見立てて形や明暗を考える。一見複雑そうに見えるピーマンの形や明暗変化も横倒しの円柱と考えると理解しやすくなります。大まかに捉えることで全体像を把握し、そこから徐々に小さな形へとデッサンを進めていきます。2、形はこの字型で考えると理解しやすい。形をこの字型で考えることで向かい合う面同士の関係に注意が向き、強い形になります。3、曲面を持つピーマンは下と影側の反射光や回り込む曲面の描写に注意する。ピーマンは縦断する方向、横断する方向のどちらも曲面で構成されていて、小さな形の凹凸もあります。これらの下を向いている曲面には反射光が当たりますし、向こう側の回り込む曲面は弱く描くことで立体感を表現します。4、モチーフの材質感は光の跳ね返し方の表現で決まる。ピーマンの表面は艶があり、光を強く跳ね返すハイライトや周囲のものの映り込みがあります。それらを描写することでピーマンの材質感を表現します。5、手前と奥の距離を考えて、手前は強く濃くはっきりと描き、奥に行くほど弱く薄くぼんやりと描くことで空間を表現する。台紙上の影も空間表現に活用する。はい、皆さんお疲れ様でした。ピーマンのデッサンの説明は以上です。今回で予定していた初級編は一応の切りとなりますが、単体モチーフのデッサンを初級編としてこれ以降も続けたいと思います。次回から中級編を始めます。中級編といっても何も難しくなるわけではなく、モチーフが2つ以上になるだけのことです。その他に番外編として今まで取り上げたモチーフの別バージョンを書いたり、藪下が書きたいものを動画にしてお届けしたいと思います。皆さんいつもご視聴ありがとうございました。最初は慣れない動画撮影と編集で
続くかなと思っていましたが、ここまで来ることができました。皆さんには感謝です。これからもよろしくお願いしますね。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお願いします。それでは今日はこれでおしまいにします。また次回の動画でお会いしましょう。皆さん、ごきげんよう。